こんにちは、トバログです。今回はですね、今なんとアメリカのオースティンという街に来ています。っていうのも、僕がこれまでね結構 XR グラスとか VR グラスとかああいうので作業環境を構築するっていうのはずっとやってきたんですけど、そこのねよく使っているアプリの会社がイマーストっていうところで、そのバイザーっていう新しいね新製品を発表するっていうところで、そのデモがあるから今回ね実はトバログ日本から呼んでもらいました。このね中の人とかもトバログの動画を見てくれていたりとか、あと実際にデモ試させてくれっていうね連絡を送りまくってたら、じゃあもうオースティン来ちゃいなよみたいなところで誘ってもらったので、今回実際にねオースティンの方来ています。正直ね今年の2月にビジョンプロ手に入れたんですけど、それと同じぐらい本当にずっと楽しみにしていたデバイスだったので、めっちゃ今日はいろいろと楽しみです。本当にね忖度なくというか、ユーザー視点でいろいろ発信できればなと思っています。でバイザーに関してはまだそこまでね情報が出されてないので、実際どうなのかっていうのはねこれから試していくんですけども、現状分かっているところで言うと、片目 4K ディスプレイを搭載してクアルコムのチップをね積んでいる作業用に特化した、VR、XR ヘッドセットっていう感じですね。ビジョンプロとかとかなりスペックというか体験、視覚的な体験はすごい近いんですけど、どっちかっていうと本当にこういう風にねいろいろと動いてゲームをするっていうよりかは作業に特化したっていう感じのアイテムです。で事前に僕はファウンダーエディションっていうね出資者限定の枠でデバイスを買ってるんですけど、その時だと IPD って言ってね視力を実際にアプリの方で測って本当にカスタムオーダー的な感じで購入するデバイスっていうところで、結構ねその辺実際その価格で提供できるのかっていうねちょっと不信感みたいなのもありつつも、これまで7年間ぐらいずっとこの VR 作業環境だけにね特化してやってきた会社で、結構使い勝手も業界で一番いいぐらいの感じなので、その辺のなんか気持ち的なバランスか、なんか本当にできるのっていうところと、イマーストならできるのかなみたいなね、そこのところが本当に気になるところですね。じゃあ早速ここに並んで実際に登録していく必要があるみたいなので、それでは会場の中であとは動画撮っていこうと思います。わー、すごいめっちゃ混んできてます。はい、今実際にねこのデモンストレーションというか発表会聞いてきました。今のところなんかスペック的には本当にね 4K のモニターを搭載していて、最初の話とちょっと違うかなと思ったのが、バッテリーパックみたいな方にいろいろ Wi-Fi とか Bluetooth の機構とかそういうモジュールを積んでいることで、バイザー自体のサイズとか重さをすごく軽くしているっていうところで、そこはすごくなんかすごい良かったなっていう感じです。なんかいろいろね最初の話だとそういう重いモジュールとかを積むことで、なんか結構デバイス重くなんじゃねとか、実際大丈夫なのっていうそこの懸念が結構あったんですけど、その辺を別のパックに移すことで結構ね、軽く本体をできるので、どっちかっていうとその全体の重量とか重さとかその優先でバッテリーパック分けるっていうよりかは、そのメガネの部分がねどれだけ軽くするかっていうのがやっぱ実際にビジョンプロとか使っててもすごく感じるところだったので、ここは本当にありがたいですね。あとめっちゃ日本人的には最高に嬉しいポイントとしては、やっぱフレーム部分をこうパキッとね気軽に取り外して、そのままメガネケースのちょっと大きいぐらいのやつに収納できるっていうところですね。この点に関してはやっぱ最初からバックパックに入るデバイスとして、なんか話していたので、実際なんか柄の部分折り曲げられなそうだけど大丈夫っていうのはねすごいこれまでの発表を見て感じてたんですけど、しっかりそこはね、ちゃんと取り外しっていう形ですごい小さいケースにしまえるっていうところがやっぱり最高ですね。実際ねその使い心地とかはこれからね試してみないとわからないので、じゃあ実際に今10時半なんですけど、これから11時でデモが開始なので、一番早いグループなのでめっちゃ楽しみです。会場の高揚感とかそういうのをねできるだけ抜きにして冷静にいろいろと判断していきたいところです。それでは行きます。
今からデモに入ってきます。もうめっちゃ楽しみ。2時間遅れでやっとデモがスタートですね。はい。わー。Oh, cool. Can I grab it? Thank you. 持ちます。お、軽い。重さはストラップ込みだと 228g っていう感じです。意外とサイズ感に関しては結構大きさがある気がしますね。例えば僕が装着すると普通になんかスキーゴーグルというかビジョンプロに近いような見た目になるんじゃないかなと思います。で装着感自体は本当にHTC の XR HTC Vive XR エリートみたいな装着感にすごく近くて、ちゃんとね目のところは当たらないで、現状でいうと全体の重さがこの柔らかいこの部分があるんですけど、そこにね全重心がかかるっていう感じですね。で結構ビジョンプロほどやっぱ重く感じないところでいうと、やっぱここの重さがフロントがね重いとはいえやっぱ 186g 部分がここにガッてかかる感じで、後ろで一応紐で固定ができるので、そこまですんごい重さが感じるっていう感じはそんなにしないかなと思います。 XR グラスと比べるとこのぐらいの大きさの違いがあるかなっていうところで、ビジョンプロと比べると結構ね大きさの違いはあります。こんな感じの違いですかね。なんか本当にあれに近いな、HTC のやつに結構近い感じがしています。そんなに重さは感じないんですけど、長時間ずっとつけてるとちょっと重さがあるかなってところで、このカウンターウェイトみたいなのがあると、かなりはかどるんじゃないかなっていうのが正直なところです。でも意外といいかもな、ここまでちゃんと締めるといいですね。ずっとつけてると重そうではある。Can I turn on the display? You turn on? No working. No work. Just hardware. Alright. そう、画面とか見ることができなくて、レゾリューションとかそういうのは見られないですね。ちょっとこの辺は残念な感じであります。I'm really expecting the visor to use for work. Yeah, because you can feel it a little bit now, but we're gonna. This is still just the prototype, and as we're gonna make adjustments to it. Cool. And it's only using Wi-Fi or Bluetooth with connect a PC or line cable? It connects either directly, because some offices, so if they don't have Wi-Fi, but we also, the battery pack will have Wi-Fi and Bluetooth built into it. Oh, that's cool. It's an open system, so you can put your own Android software on there if you wanted to. Oh, operation system is from Android? The device itself is like, it runs Android, but it runs on Linux, Mac, anything. That's cool. We're using the Qualcomm software for it. How is the pass-through resolution? Pass-through is 4K resolution, very perfect. Nice. I mean, it looks just like better than Apple, I think, like the real world. Oh, cool. So some features we have implemented in our regular Immerse software. We have a new screen follow, so you walk around and your screen can just follow you around wherever you go. Cool. And, can glasses use insert lens? Not at the moment. No, we're going to have custom lens inserts. So this will be ordered. If you have glasses, you can order those with the headset. Right. In Japan too, maybe? I hope so, yes. Yeah. We'll say yes. Reggie. Oh, hey, how's it going? Yeah. Nice to meet you. I'm good Toba. To meet you. Yeah, Toba. Good to meet you, man. Yeah, that's really cool. Yeah, thanks so much. Can I share it? Yeah. Can you comment to Japanese my subscriber? Yeah. Thanks so much for following along with our progress. We hope to show a lot more in the next couple of months. This was a very early event for early product, but so far we have a pretty high build quality product. The software will continue to get better. We ran into some bugs today and we wish that it didn't happen this morning, but we'll fly to you in December
All right, December, the Japan event. Yeah. Okay? Oh, really? Yeah, we'll try to fly there and we'll demo everything for you there. Cool. Yeah. So many Japanese people really expecting visor. Yeah. Could you apply some technical confirmation? Yeah. Technical confirmation. Oh, I see. Certification, yeah. Oh, I think they're in the process of doing it now. Oh, really? Yeah. Thank you. Yeah. Because Japan is one of the top 5 places that we sell visors. And so we are focusing on top 5 places. Oh, thanks. So I think it's US, Canada, UK, Europe, and then Japan. Oh, yeah, thank you. Yeah, thank you so much for stopping by. And Yeah. I'm so sorry that we didn't get you the That's full okay. experience right now. We'll fly to you in December Yeah. for the Japan event. Alright. And we'll figure out a way to connect. Thank you. はい、という感じでちょっとね一応デモを体験するっていうコーナーはあったんですけど、なかなかこうテクニカルイシューみたいなので2時間押しになったりとか、最終的にはね電源が入ってない状態でモックみたいな感じでね、動くものなんですけど触るっていうだけだったので、その辺がちょっとやっぱテックデバイスとしてはすごく残念な感じでしたね。ここは本当に動いてるところを実際オースティンまで来てるから見せてほしかったなっていうのはあって、結構周りのなんか来てた人とかも、このためにオースティンに来てる人もたくさんいたので、そこはねかなり意気消沈しながら帰ったっていうところでしたね。ソフトウェア自体はねすごくいいものなので、ハードもすごくいいって信じたいんですけど、そこちょっとね気になるところです。で一応ね電源は入らない状態なんですけど、そのハードウェアをかけて試したりとか、あとエンジニアの人とかビジネスサイドの人とかいろんな人がね本当にカジュアルに話せる状態だったので、そこで話したこととか体験したことをちょっとまとめて紹介しようかなと思います。実際に試した感想として、まず1つ目としてはめちゃくちゃ軽いですね。やっぱ実際に測ってみたんですけど、そのストラップとかがない状態だと 186g で、実際にこういうねストラップみたいなそういうのをつけると 250g 近いというところだったんですが、めちゃくちゃ軽かったです。この辺は実際に手に持った時にモックなのか本当に動くデバイスなのかわからないぐらいでしたね。ここは正直これでちゃんと動くならめっちゃいいなと思います。で2つ目としてやっぱつけ心地ですね。つけ心地とかその佇まいとかは全体的に想像以上にHTC の Vive XR Elite っていうね、取り外しができるこういうなんか XR デバイスがあるんですけど、それにめちゃくちゃ近かったです。このね柄の部分のなんか感触とか筐体のプラスチックの感じとか、ディスプレイのね搭載されてる部分とか、その筐体の佇まいだけでいうと HTC のその XR エリートにめっちゃ近い感じです。実際のつけ心地とかもやっぱこの辺でねちょっと抑える感じだったりとか、その軽さみたいなのも結構ね印象としては、それをイメージしていただければXR 界隈 VR 界隈の人はすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。で重さに関して、一応ね数時間つけられるっていうふうには謳ってるんですけど、日本人の僕が体験した感じだとやっぱりちょっと鼻のねここの部分に重さが全集中してしまう形なので 200g 程度とはいえやっぱちょっとずっしりくるなっていう感覚はありますかね。なんかこの辺は X リアルエアとかそういう XR グラスに近いようなイメージではあるんですけど、それよりももう少しずっしりきて、長時間つけてるとこの辺が痛くなるかなってところです。ここはストラップでね調節したりとか、あとは別売りであれするのかな、バンドとかみたいなのが発売されるのか、その別途購入できるのか分かんないんですけど、そういうねちょっと重さを調節するようななんかアクセサリーみたいなのを使えばかなりマシになるんじゃないかなと思います。実際目のところも覆うわけではなくて、本当にこの鼻のところだけで押さえてる感じだったので、目への負担みたいなそういうねなんか疲れ具合とかは多分そんなに気にならないんじゃないかなってところです。つけ心地がやっぱりこのね一番大事なところなので、その辺は重さっていう意味では手に持ったらめっちゃ軽いけど、つけ心地はちょっと重いので工夫は割と必要かなっていうところはありますかね。あとはフレームの部分取り外しとかができなかったので、その辺実際どうなるかっていうのはもう少しね見てみないとわからないところなんですが、デモンストレーションで体験できたのはこんなところかなっていう感じです。あとはその実際に体験できなかったんですけど、一応ねそのエンジニアの人とかがいたのでいろいろ聞けた話で言うと、別途ねこのバッテリーとか Wi-Fi モジュールとかはあるけど、
直接そのパソコンにつないで XR グラス的な感じでね、装着はできるかなっていうところが一つこれはありがたいポイントですね。やっぱ遅延とか感じると結構大変だったりするので、遅延とかが感じないように有線接続もできるっていうオプションがあるみたいな話はあったので、その辺ちゃんと搭載されてくれれば嬉しいです。でそしてレンズに関してなんですけど、一応ちゃんとねパンケーキレンズを搭載していて、両目 4K4K なので体験できてないんでどういうかっていうのはね本当に紹介しづらいところではあるんですけど、端っこの文字までかなりエンジニアの人とかが言うにはビジョンプロとかよりもかなり詳細に見れるっていうところで、いや本当っていう感じではあるんですけど、一応ねそんな感じで言ってました。技的認証に関しても日本人は本当に XR とかその VR とかに注力していて、もうぜひ日本でもすごい注目度高いから絶対技的通してくれっていうのはね伝えた上でなんですけど、そこはねもちろんちゃんと考えていて、日本に出荷する前にはその技的申請とかちゃんとその辺のね法律関係とかはクリアにしてくれるっていう話をねいただいたので、そこはすごく安心感ですね、日本人的には。いつ実際に申請するかとか多分ね、まだ分かってないと思うんですけど、その辺もちゃんと一応気にかけてくれてる感じだったので、そこ自体には安心感があるかなと思います。であと装着時結構ねメガネ大丈夫なのかみたいな質問も結構もらってたんですけど、メガネに関してはビジョンプロと同じように別途ねレンズピチャってくっつけるタイプのレンズの展開とかを考えていて、そこでね処方されたレンズとかをこういう風につけたりはできるみたいな話はありましたね。実際にそのレンズが見れたわけじゃないので確実ではないんですけど、一応ねその辺のなんかインサートレンズみたいなのは検討してる感じだったので、そこはメガネユーザー的にも嬉しい点なのかなと思います。一応今回のデモンストレーションに関してはメガネユーザーは使えないのでコンタクトで来てくださいという話はあったので、コンタクトレンズをつけて装着するかそういう形になりそうな感じですね。実際に試せてるのがそんなにないのでそんなところかなって感じですね。本当に気になるところだとやっぱ視野角どんぐらい広いのかとか、ソフトウェアどのぐらいのスピードで立ち上がるのかとか、そういうの試したいなっていうのはいろいろメモしてきたんですけど、一応話で言うとソフトウェアは本当にファストブーストみたいなのがあって、かけた瞬間に画面になっていて、ちょっとこうずらしたりしても全然そのままスリープにならずにまたかけると普通に画面になるみたいな、そういう感じだったので、それが本当にできるならめっちゃ嬉しいなっていうところです。ちょっと実際に試せなかったのが本当に残念ではあるんですけど、一応実機を見た感じとしてはそういう印象を受けています。はい、というところでちょっとさっきデモで全くね動かないモック状態だったんですけど、一応なんか今1機だけ動画を見せるデモンストレーションみたいなのをやってくれるらしくて、ちゃんとレンジさんが今ねこっち側でレンジさんが今対応してやってくれてるんですけど、こんな感じでケーブルを接続して PC につないでなんか動画を見たりとかができるみたいです。ちょっとできんならやりたいな。つけます。お、すごい。お、すごい。結構ちゃんとクリアに、端っこの全部の方までっていうよりかは結構割と表面はねクリアに見える感じですかね。いいですね。視野角はちょっと片目だけなんで難しいんですけど、割と、ビジョンプロぐらいかなっていうところではあります。で周辺は割とこう流れる感じがある印象ですね。わー、すごい。テキストがすごくねやっぱ見やすい印象ではあります。Thank you. Thank you so much. Thank you. はい、今ね実際に試すことができました。結構テクニカルイシューってどんな感じなのかなと思ったんですけど、左右でねしっかりなんか 3D で見えるっていうよりかは片方ずつ違う画面が見えるっていう、結構 XR デバイスそういう難しいテクニカルイシューみたいなのがあるっぽいんですけど、完全にそれの感じでしたね。でディスプレイ自体のクオリティとかレンズの周辺の感じとか片目ずつなんですけど試すことができたので、この辺ちょっとこれからまとめてお話ししていきたいと思います。
So it was a very rudimentary demo of just the display showing one image across both eyes. It did show though that the 4K micro OLED displays are in fact very high pixel density. The pixel fill factor seems to be great, so there's no visible screen door effect, and the lenses have a good but not excellent sweet spot. So I'm looking forward to seeing more of the product. This was obviously a very rudimentary demo. Anything for the work? The resolution-wise, yes, but and comfort I would need to wear it for longer, but I really need to see the software. That's the missing key we haven't seen here. So hopefully we can see that at a later date. Thank you. Thank you. はい、というわけでさっきねここで、エンディングまで撮ったわけなんですけど、その後会場に戻ってみたらなんとデモっていうよりかはちゃんとねなんかすごい試せるわけではないんですけど、一応ディスプレイを映してちょっとした動画を見れるところまでは試せたので、感想を一応簡単に話しときたいなと思います。実際解像度とかその辺に関してはすごくねクリアな感じですね。スイートスポットも割と結構ねちゃんとある感じだし、かなりねビジョンプロに近いような印象はすごく受けました。ビジョンプロと全く同じかって言われたら、そこまでちゃんとテキスト見れてるわけではないんで分かんないんですけど、結構ね文字もやっぱ綺麗みたいな、そういう本当にビジョンプロ初めて見た時のなんか解像感に近くて、その辺はすごくいい感じですね。で実際このレンズ部分に関してはなんというかね、周辺に関してはやっぱちょっと流れるような感じがあったりして、例えばメタクエストプロの周辺までがっちり改造する感じっていうよりかはちょっとねビジョンプロに近い感じだと思うんですけど、周辺が若干流れるような感じはあるかなと思います。ただテキストワークっていうところで言うとちゃんとビデオしか見てないんで、ビデオとフォルダだけ見たのでまだ分かんないんですけど、テキストワークっていうところでは全然問題ないレベルなんじゃないかなってところですね。発色も普通に本当に有機 EL だから綺麗だし、本当に一瞬試しただけなんで感想をねちゃんと述べるっていうのはめっちゃ難しいところではあるんですけど、個人的には早くこれで仕事してみたいなっていう印象があります。あと追従の感じとか、そのなんかフリッカーみたいなところとか、そういうのはやっぱり試すことが難しかったので、この後なんか試せる機会があったらいいなっていうところではあります。はい、という感じで、ここでさっきエンディング撮ったんですけど、もう一回撮ろうと思います。というわけでトバログ今回はこんな感じでバイザーを体験しましたっていうね動画を撮ってみました。もしね僕が話せる範囲とか試せる範囲であればコメントとかでいただければそれに回答できると思うので、もしね気になることがある人は是非コメントしてください。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。